作用とは物理学の最も基本的な性質なのか。物理学における最も基本的な性質とは何だろうか。多くの人はエネルギーや時間、あるいはエントロピーなどを挙げるかもしれません。しかし今日紹介するのは、それらすべてをつなぐ可能性を秘めた作用という概念です。この作用こそが、宇宙の根本にある原理かもしれないのです。物理学は常により深い原理を探求する旅です。例えるなら、宇宙という巨大な氷山があるとすれば、私たちが観測できるのはその表面のほんの一部。その下には膨大な真実が隠されているのです。私たちが日常で体験する物理現象は、この深い原理の影に過ぎないのかもしれません。古代から現代に至るまで、偉大な物理学者たちは常になぜという問いを追求してきました。アリストテレスは四元素説で宇宙を説明しようとし、ガリレオは落下の法則を発見し、ニュートンは万有引力の法則を定式化しました。彼らはいずれも自然界の仕組みをより単純な原理で説明しようと努めたのです。2021年、理論物理学者のマーティン・フリードマンは物理法則の完結さは偶然ではなく、宇宙の根本的な性質を示していると述べています。この完結さを最も象徴するのが作用という概念なのです。作用は数学的には非常に難解に思えるかもしれませんが、その本質は自然界は最も効率的な方法を選ぶという直感的な考え方にあります。例えば、シャボン玉が球形になるのは表面積、エネルギーを最小化するためであり、光が最短時間の経路を取るのも作用の原理の表れと考えられるのです。自然界は私たちに様々な手がかりを与えてくれます。その中でも特に興味深いのが、最小化の原理と呼ばれるものです。紀元40年頃、アレクサンドリアのヘロンは光が2点間を移動する際、可能なすべての経路の中から最短のものを選ぶことに気づきました。彼はこれを最短距離の原理として提案しました。ところが、私たちは現在、光が常に直線で進むわけではないことを知っています。ガラスによる屈折や重力場を通過する場合など、光の道筋は曲がることがあるのです。ヘロンの発見から約1500年後、ピエール・ド・フェルマーは屈折の問題に対する解決策を提案しました。もし光が最短距離ではなく、最短時間の経路を進むとしたらどうだろう。光の速度が倍質によって変化するなら、最速の軌道はもはや直線ではありません。この最短時間の原理により、フェルマーは工学の分野全体を説明することができました。自然界に強力な指針となるパターンを見つけたのです。このフェルマーの発見は単なる工学の原理にとどまらず、自然界全体を理解する鍵となりました。最短時間の原理は今日ではフェルマーの原理として知られ、幾何工学の基礎となっています。実際、このフェルマーの原理は現代のレンズ設計やレーザー技術の理論的基盤となっているのです。フェルマーの原理の直感的な理解を助けるため、日常的な例を考えてみましょう。海岸にいるライフガードが溺れている人を助けるため、砂浜を走り、その後泳いで助けに行くとします。砂浜での走る速度は水中での泳ぐ速度よりも速いため、単純に直線で目指すよりも、砂浜をより長く走り、水中での距離を短くするルートの方が早く到達できます。ライフガードは無意識のうちに最短時間の経路を選ぶのです。同様に、光も異なる媒質を通過するとき、その媒質内での速度に応じて経路を選択します。ガラスや水中では光の速度が遅くなるため、光を屈折して最短時間の経路を進むのです。この原理は、レンズがどのように光を集めるか、虹がなぜ形成されるかなど、多くの工学現象を説明します。興味深いことに、フェルマーは数学者であり、工学の専門家ではありませんでした。彼は純粋に数学的な観点から最小化の原理にたどり着いたのです。これは物理現象を理解する上で、数学の持つ力を示す素晴らしい例と言えるでしょう。では、光だけでなく物質の軌道も決定できるような、最小化できる性質はあるのでしょうか。オイラーなどによる努力はあったものの、成功には至りませんでした。その間にアイザック・ニュートンは運動の法則を考案し、宇宙内のすべての粒子の運動を説明する力を私たちに与えました。ニュートン力学では、
各時点での各物体にかかる正確なベクトル力を知ることで、その物体の正確なベクトル位置、速度、加速度を計算できます。これは空中を飛ぶボールなどの単純な径では可能ですが、複雑な径ではかなり厄介になります。そこで、より単純な指導原理が求められていました。そして、ジョゼフ・ルイ・ラグランジュがその原理を発見しました。空中を飛ぶボールを再び考えてましょう。私たちは痛みを伴うベクトルなしでも、エネルギーを使ってその運動を記述できます。ボールは最初、速く動いており、多くの運動エネルギーを持っています。それが上昇するにつれて位置エネルギーに変換され、そして落下するときに再び運動エネルギーに戻ります。エネルギーを使えば、ボールが到達する最大高度などを計算できますが、エネルギーには方向情報、ベクトルが含まれていないため、正確な経路を決定できないように思えます。しかし、実はできるのです。ラグランジュは、運動エネルギーと位置エネルギーの特定の組み合わせが、光の経路における時間と同じ最小化特性を持つことに気づきました。彼はボールが常に、時間平均したこれらのエネルギーの差を最小化する経路をたどることを発見したのです。具体的には、飛行中のすべての時間ステップでの運動エネルギーと位置エネルギーの差を合計すると、ある数値が得られます。そして、想像できる他のどの経路についても同じことを試みると、ボールが実際に進む経路以外のすべての経路で、結果はより高くなります。ラグランジュはこの新しい量を作用と名付けました。形式的には、運動エネルギーマイナス位置エネルギーの時間に関する積分です。そしてそのエネルギーの差自体はラグランジアンと名付けられ、これ自体が非常に重要で有用な量であることが判明しました。ラグランジュは自然界のすべてが作用を最小化するように起こると提案し、最小作用の原理が発見されたのです。この作用という概念は非常に抽象的に聞こえるかもしれませんが、具体例を通して理解してみましょう。振り子の動きを考えてみてください。振り子は左右に揺れるとき、最高点では運動エネルギーが0で位置エネルギーが最大となり、最下点では位置エネルギーが0で運動エネルギーが最大になります。作用はこの運動全体を通じての運動エネルギーマイナス位置エネルギーの積分なのです。なぜこのような量が重要なのでしょうか。それは作用が物理系の歴史全体を一度に考慮するからです。ニュートン力学では各瞬間の力と加速度を計算しますが、ラグランジュの方法では運動全体を一つの量、作用で表現できます。これは物理学の革命的な視点の転換でした。ラグランジアン、運動エネルギーマイナス位置エネルギーは特に対称性と保存則の関係を理解する上で重要です。例えば、ラグランジアンが時間に依存しない場合、K のエネルギーは保存されます。空間的な対称性があれば運動量が保存されます。これらの関係は後にエミー・ネッターによってネーターの定理として定式化されました。作用の概念は高度に数学的ですが、その本質は驚くほど単純です。それは自然は常にエネルギーのバランスを最適化する経路を選ぶということです。自然界のあらゆる現象がこの単一の原理から導かれるとすれば、それは宇宙の設計にある種の経済性や効率性があることを示唆しているのかもしれません。1世紀後、ウィリアム・ハミルトンは作用が常に最小化または最大化されるという重要な修正を行いました。作用が経路間でどのように変化するかの想像上のグラフでは、最低点と最高点の両方で経路が得られる。動く物体は、近くの経路間での作用の変動があまり変わらない経路、つまりこの曲線の傾きが0である経路を選ぶ傾向があります。これは最小値と最大値の両方で当てはまります。ほとんどの場合、それは最小値であるため、人々はこれを最小作用の原理と呼びますが、ハミルトンの洞察により、この原理はより正確な定流作用の原理へと発展しました。定流点とは、最小値だけでなく最大値も含む、曲線の傾きが0になる点のことです。自然界の物体は常に作用が定流する経路を選ぶのであり、これは私たちの物理法則をより精密に理解する上で重要な概念となりました。定流とは数学的には微分が0になる点、つまり曲線の傾きが0になる点を指します。例えるなら、
起伏のある地形で、頂上、最大地や谷底、最小地のような平らな場所を探すようなものです。自然界では、システムはこれらの平らな場所、つまり作用の変化が最小となる経路を選びます。これは変分法という数学の分野と密接に関連しています。変分法は、ある量を最大化または最小化する関数を見つける方法を提供するもので、現代の物理学や工学で広く応用されています。実際の例として、石を投げる場合を考えてみましょう。石は放物線を描いて飛んでいきますが、なぜ他の複雑な経路ではなく放物線を描くのでしょうか。それは、放物線が重力場における作用を最小化、正確には停留させる経路だからです。自然は無数の可能な経路から、この特別な経路を選択するのです。この原理は物理学だけでなく、自然界の様々な最適化プロセスにも見られます。例えば、水滴が球形になるのは表面張力を、一種のエネルギーを最小化するためであり、光合成の過程も様々なエネルギー変換の効率を最適化しています。停留作用の原理は自然界の根本的な設計原理と見ることもできるのです。最小作用の原理が真実なら、どの物体も2点間でどの経路をたどるかを、最小の作用を持つ経路を見つける方法さえあれば計算できるはずです。それは難しいように聞こえますが、幸いにもラグランジュとオイラーは、すでにその大部分の作業をオイラー・ラグランジュ方程式を見つけることで終えていました。これにより物理学生も自然界も作用を最小化できるようになりました。最小作用の原理とオイラー・ラグランジュ方程式の組み合わせはラグランジュ力学につながります。ニュートン力学を学び、そしてラグランジュ力学に進むと、それはほとんど奇跡のように思えます。純粋なニュートンを使って問題を解くために必要な複雑な方程式が、はるかに単純な形に解け去るのです。この単純さは、ラグランジュ力学では力とベクトルを一般的に捨て、エネルギーのみを考慮できるという事実から来ています。最小作用の原理は非常に強力であり、宇宙について何か深いことを教えていることは間違いありません。しかし、この作用という性質が実際に何を意味するのかを解釈するのは難しいことです。もしそれが本当に基本的なものであれば、古典力学を超えて、特に一般相対性理論と量子力学という現代の理論にも適用できるはずです。おそらくこれらの中に作用が本当に何であるかについての手がかりが見つかるかもしれません。まずはアインシュタインの一般相対性理論から始めてみましょう。これは以前議論したように、重力の力を時空の曲がりという観点から記述しています。アインシュタインが一般相対性理論を発展させる動機の一つは、ニュートン力学が水星の軌道を正確に予測できなかったという事実でした。アインシュタイン方程式を完全なエコーとすべての詳細で計算すれば、正しい答えが得られるのです。しかし、そこまで行く必要はありません。最小作用の原理が本当に基本的な法則なら、水星の軌道を見つけるために最小化できる作用の相対論的なバージョンがあるはずです。結局のところ、惑星はボールと同じように、軌道を周回する際に位置エネルギーと運動エネルギーの間で交換しています。これを行うには、いくつかの相対論的な修正を行うだけで良いことがわかります。最も重要なのは、固有時間と呼ばれるものの関数としてラグランジアンを書くことです。相対性理論では、時計は相対速度や重力場内の位置などによって異なる速度で進みます。固有時間は、物体が自身の参照億で認識する時間です。相対論的なラグランジアンをオイラー・ラグランジュ方程式に代入すると、太陽の周りの水星の軌道を正確に記述する運動方程式が得られます。これは最小作用の原理が一般相対性理論でも成り立つことを示していますが、それ以上のことを明らかにしています。まず、この原理に基づくラグランジュ力学がローレンツ不変であることを意味します。アインシュタインの相対性理論の変化する参照枠においても有効な運動方程式を与えるのです。そして、作用の性質についても学び始めます。相対論的な修正を適用すると、作用は単に固有時間に関する積分に単純化されるのです。それについて考えてみましょう。以前、作用はエネルギーの変化という漠然とした概念でしたが、宇宙のより正確なモデルを使うと、
作用ははるかに理解しやすくなります。作用は今や観測者が自身の参照億で認識する時間の量に過ぎません。時空を移動するすべての物体は、その経路で測定される時間を最小化する経路を移動します。フェルマーは光が常に移動時間を最小化する経路をたどることを発見しました。この原理は最小固有時間の原理の特殊なケースに過ぎないことがわかります。古典的な極限では、固有時間は質量を持つ物体の運動エネルギー -1 エネルギーになります。しかし、光のような質量を持たない物体の場合、固有時間と時間は同じです。どこかに近づいているようです。次に量子力学が何か深いものを教えてくれるか、あるいは全てをより混乱させるかを見てみましょう。有名な二重スリット実験から始めましょう。量子粒子の流れが2つのスリットが切られた障壁に向かって発射され、流れが向こう側の検出器スクリーンに到達すると、個々の粒子は個々の点を作りますが、時間とともに点は干渉パターンの一連のバンドを作り出します。この量子的解釈は、粒子が明確な軌道を持つ粒子としてではなく、取り得るすべての経路を表す量子波動関数として送信元とスクリーンの間を移動するというものです。スクリーン上の波動関数は、それらの経路の可能な最終位置の範囲を表し、一部は他よりも確率が高い。粒子はその分布からランダムに位置を選択するように見えます。しかし、ここに矛盾があります。最小作用の原理では、粒子が常に軌道の作用が最小または最大である場所に着地すると言われています。それはこれらのバンドの中心点にのみ対応するはずです。しかし、私たちはそれらの間のあらゆる場所に粒子が着地するのを見ています。もっとも、これらの作用定流点に近いほど可能性は高くなりますが、おそらく作用は私たちが考えていたほど基本的ではないのか、あるいは、これが作用が本当は何であるかについてより多くのことを私たちに教えているのかもしれません。ポール・ディラックはこれをほぼ解明しました。彼は波動関数の時間発展を積分した量に関連する量子的なアナログの作用が存在することに気づきました。そして、この量は二重スリット実験の暗いバンドのような、ほとんどの場所で破壊的干渉を引き起こすはずであることを認識したのです。それは古典的な作用と同様に、その定流点の近くで、この量子的作用がゆっくりと変化する場所での未建設的干渉につながります。しかし、この物語の本当の作用のヒーローはリチャード・ファインマンです。作用は仮想的な経路に沿った粒子の履歴を教えてくれることを思い出してみてください。ファインマンは、量子オブジェクトの経路が、粒子が取り得るすべての可能な経路をこの量子的作用で重み付けして加え合わせることで決定できることに気づきました。ファインマンのこの洞察は、量子力学の理解に革命をもたらしました。彼は量子力学をすべての可能な歴史の合計として再解釈したのです。これを理解するために、日常的な例を考えてみましょう。あなたが学校から家に帰るとき、いつも同じ道を通るでしょう。しかし、量子の世界の粒子は違います。粒子は可能なすべての道を同時に通るのです。そして、それぞれの道には位相という量が関連付けられています。これは波の山と谷のようなものです。最終的に粒子が見つかる可能性が高い場所は、多くの経路からの波が重なり合って強め合う、建設的干渉場所です。ファインマンは、この考え方をファインマン経路積分として数学的に定式化しました。彼は量子電磁力学、QED の計算を視覚化するファインマン図も考案し、これにより複雑な量子過程を直感的に理解することが可能になりました。この功績により、彼は1965年にノーベル物理学賞を受賞しています。興味深いことに、ファインマンの経路積分法を古典力学の最小作用の原理の自然な拡張と見ることができます。古典力学では、粒子は唯一の経路、作用が定流する経路をたどりますが、量子力学では全ての可能な経路を確率的にたどります。しかし、プランク定数が0に近づく古典的極限では、量子的振る舞いは古典的振る舞いに収束します。これは量子力学と古典力学の間の美しい連続性を示しているのです。2012年に発見されたヒッグス粒子の理論的予測も、ファインマンの経路積分アプローチを用いた計算に基づいています。
ヨーロッパの大型ハドロン衝突型加速器 LHC で観測されたヒッグス粒子の性質は、経路積分を用いた理論計算と高い精度で一致しました。これは量子上の理論の驚くべき成功例です。この場合、量子的作用は運動エネルギー -1 エネルギーの合計でもなければ、固有時間でもありません。代わりに、それは効果的に各経路に沿って粒子が目的地に向かって獲得する位相シフトを計算します。そして、その目的地へのすべての考えられる経路の位相を加えます。最も可能性の高い目的地は、位相が一致する、建設的に干渉する場所であることがわかるのです。これがファインマンの経路積分量子力学の定式化であり、シュレーディンガーの波動力学のような量子力学の以前のバージョンの予測を正確に再現するのです。これはラグランジュ力学がニュートン力学を再現したのと類似しています。それは偶然ではありません。なぜなら、経路積分は最小作用の原理の量子的アナログだからです。では、これは作用について何を教えてくれるのでしょうか。経路積分は、特定の最終目的地がその目的地に導く多くの経路の位相が一致する場合に可能性が高いことを教えてくれます。これらの特別な点から離れると、経路のわずかな変化が位相の急速な変化を引き起こし、それらの経路が互いに打ち消し合います。ディラックが推測し始めたように、粒子は量子的作用の定流点の近くに終わる傾向があります。経路積分では、これは最短経路を取る経路で起こりますが、空間を通る最短経路ではなく、範囲空間と呼ばれるものを通る最短経路です。そして、この範囲空間がこれらすべてを結びつけるものです。範囲空間という概念は非常に抽象的ですが、日常的な例で考えてみましょう。例えば、車のナビゲーションシステムは、道路網という範囲空間の中で最短経路や最短時間の経路を計算しています。あなたが現在地から目的地までの最適な経路を選ぶとき、それは最小作用の原理の実用的な応用と言えるのです。物理学における範囲空間はもっと複雑です。例えば、振り子の場合、その範囲空間は角度と角速度の二次元空間になります。太陽系の場合、すべての惑星の位置と速度を含む高次元の空間となります。量子力学では、範囲空間は無限次元になることもあるのです。しかし、どんなに複雑でも、作用の原理は同じように適用できます。この範囲空間を通る最短経路という考え方は、現代物理学の様々な分野で応用されています。例えば、量子コンピューティングでは、量子ビットの操作を量子状態空間における最適経路問題として定式化することができます。また、機械学習の分野でも、ニューラルネットワークの訓練はパラメータ空間における最適化問題と見ることができます。最近の研究では、宇宙の加速膨張を説明するダークエネルギーの性質や、ブラックホールの情報パラドックスの解決にも作用の概念が応用されています。2023年、理論物理学者グループは量子重力における作用の原理に関する新しい論文を発表し、時空そのものが量子的作用から創発する可能性を示唆しました。もし時空が作用から生まれるとしたら、作用はエネルギーや時間よりもさらに根源的な概念と言えるでしょう。範囲空間は、私たちの物体の制約を考慮したすべての可能な軌道の空間です。ボールの場合、範囲空間はボールが現在の位置エネルギーと運動エネルギーで到達できるすべての場所を指します。これを相対性理論に適用すると、範囲空間は固有時間を最小化する最短経路を持つ範囲時空間になります。量子力学では、範囲空間はすべての可能な位置と運動量の空間である位相空間を意味するかもしれないのです。あるいは、システムが進化する可能性のあるすべての量子状態を表すより一般的な状態空間かもしれません。量子状態の進化への量子的作用原理の適用は、現代の量子理論の基礎となっています。ポール・ディラックに戻ると、彼の名を冠した方程式は電子の量子的進化を記述するために導き出されました。実はこの方程式はスピン2分の1の量子場のラグランジアンに過ぎません。そして、各量子場にはラグランジアンがあり、その場とその粒子がどのように進化する傾向があるかを記述しています。これらを組み合わせると標準模型ラグランジアンが得られ、
これにより全ての量子場の範囲空間を通じた進化を追跡し、基地の全ての粒子の挙動を予測することができます。物理学の進化は、紀元40年頃のアレクサンドリアのヘロンの研究から始まったことを覚えておきましょう。彼が光の経路に関する単純な法則を発見したことで、長い知識の連鎖が生まれました。フェルマーは最短時間の原理を見出し、ラグランジュは作用という概念を確立したのです。ディラックとファインマンはこれを量子世界へと拡張しました。彼ら全員が作用という共通の原理に導かれながら、自然の謎を解き明かしてきたのです。彼らの探求は、宇宙の根本的な構造を理解するための道を開き続けています。現代物理学の複雑な理論も、この単純な探求から生まれたものなのです。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか？もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。